どうも黒川です。今日はこちら、ニコンのね、1.4 シリーズの中でも 35mm の方 35mmF1.4 についてね、レビューしていこうと思います。この動画とね同じタイミングで上がってる、沖縄でね撮った映像作品、そちらも、Z35mmF1.4 でほぼ全て撮ってます。最初のね、なんかね、序盤の空港のシーンとか iPhone で撮ってるんですけども、そこ以外ほとんど 35mm1.4 で撮り切ったっていう感じなので、いかにね、35mm っていう画角が、どんだけこう万能か、使いやすいか、旅とかにね、使いやすいかってところとか、描写とか、あと、個人的にね、いろいろ思うところというのをね、今回ね、動画でレビューしていこうと思いますので、今日もやっていきましょう。じゃあ早速ね、見ていきましょう。ニコンの ZF に、Z35mmF1.4 をつけています。サイズ感ね、これぐらいですね。手のひらに割と収まるかな。ただね、Z の F はね、結構ちっちゃいので、35mm1.4 もちっちゃいんですけど、それでもややちょっと大きく見えちゃうかな。Z8 とかにつけた時の方がサイズ感は収まりいいかなって感じがします。超小さいわけってわけでもないんですよね。めっちゃちっちゃいってわけじゃないんですけど、でもね、35の 1.4、F1.4 というね、明るさなので、明るいレンズって基本的にめっちゃでかくなるんですけど、このサイズ感で収めてるっていう点では、F1.4 のレンズの割にはめちゃくちゃちっちゃいっていうのが僕の感想ですね。はい。割と軽いです。そして重さもね、415g なので、ZF みたいなね、ちっちゃいカメラにつけたとしても、前がね、重くなるっていう感じは全然しないです。バランスは割といいかなと思います。そして、最短撮影距離。レンズにね、どこまで近寄れるかってね、最短の撮影距離が27センチなので、テーブルフォトとかね、に使えるのはめちゃめちゃいいんじゃないでしょうか。汎用性がありますね。結構寄れるレンズなので汎用性があるよっていうところです。そしてフィルターの径、ここですね。このフィルターの径が 62mm なので、他のね、50mm1.4 とか 50mm1.8 とか 35mm の1.8とかと、同じフィルター径になってるので、レンズフィルターとかね、使い回ししやすいなっていうのは嬉しい点ですかね。はい。なので基本的にはね、この焦点距離 35mm とか 50mmっていう部分以外は Z の 50mm1.4 とほぼほぼ同じスペックになっています。重さもね、誤差の範囲の違いしかないので、交換してもね、重量のバランスとかも変わらないので、それは嬉しいなって感じなのと、あと描写の傾向もね、割と近いんですよ。なので、35から50に変えたら、なんか例えばいきなりカリカリになったっていうこともなくて、描写の傾向も近いし、重さもサイズ感も似てるので、なんか付け替えていろいろね、映像もそうだし、写真も撮っても、なんか並べの時に違和感ないっていうのは嬉しいスペックですね。そういった意味でね、シリーズ化されてるっていうのはね、いいんじゃないでしょうか。はい。という感じで、外観のね、スペックはそんなところですかね。外観からすると、ZF につけても、そんな極端に大きくならないので、割と、日常使いしやすいっていうのもあって、ZF なんかにね、つけっぱなしにして、とりあえず汎用的に使っちゃうっていうのもありなのかなって感じる、スペックと外観のレンズって感じですかね。ほんと、このサイズ感ですね。結構僕は見た目大事なので、この辺重視してレンズ選びしますけど、外観、スペック、そんな感じでございます。じゃあね、その 35mm って焦点距離ってどうなのっていうところで言うと、写真で言うと、旅にちょうどいいです。27センチぐらいまで寄れるっていうのもあって、こういうね、テーブルフォト撮るのも全然撮れちゃうし、隣にいる人、友達とかね、恋人とか家族とか撮るのも、割と使いやすい画角かなと。近すぎない。50mm だとね、ちょっとね、近すぎるなってとこあると思うんですけども、50mm とかで撮る場合は、やっぱり1、2メーター離れたぐらいが僕はちょうどいいかなって、人撮るときはね、思うんですけども、35mm だとね、もっともっと近くても1メーターぐらい
離れてるぐらいでも全然ね撮りやすいので、隣にいる人とかも全然撮れちゃいますし、そういう意味ではね 35mm っていうのはね万能ですね。個人的には万能だなって思う反面、そう難しい、普通なんですよね。普通なんですよ。なんかこう特別な感じで目で見たまま映るのが 35mm なので、もうちょっとね目で見た感じもうちょっと広いかもしれない、 28mm とか 24mm ぐらいかもしれないけども、結構 35mm って僕は広いなと思うので、割となんか油断してると特に感動もない、目で見たまま撮ったものが淡々と写真に記録されていくっていう風になっちゃうので、ちょっとね油断禁物でちょっと難しいというか、ある種修行になる、すごいベーシックなレンズだなっていう印象ですね。僕ねちょっとねあんまり苦手なんですよね。苦手なんですけど使い勝手はいい。なのででも寄れるっていうスペックがねやっぱヒントになっていて、なので寄れるし明るいので、ちゃんと何かね大きく写したい時はちゃんと足を使ってね寄っていって撮ると、ボケとかもね F1.4 なので後ろのボケも使えるし、寄っていった時にやっぱりちょっと立体感のあるね写真が撮れたりとかもするので、ズームとかでね慣れてる人はねちゃんと足を使って大きく撮りたいものはちゃんと足で寄っていくっていうね、そういう使い方をすると楽しいレンズなんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。そういう意味でね旅とかVlog 的に日常とか自分の半径数メートルを含めた何かものを撮っていく、思い出を残していくみたいな使い方に 35mm のね 1.4 っていうのは、明るいですしね、室内とかでね撮っても、全然明るさ稼げるのですごくちょうどいい、Vlog 日常記録、なんか思い出残すみたいな、なんか寄り添ってくれる、人生に寄り添ってくれるレンズっていうのは割と 35mm あたりはね使いやすいんじゃないかなと。でそれと比べてやっぱ 50mm の方になっていくともうちょっと作品っぽくも撮れやすい、写真作品みたいな感じにもね撮りやすいので、そういった意味では 35mm の方がちょっと親近感がある写真が撮れるレンズかなと思うので、なんでしょうね、フォトグラファー写真作品撮りますって人にももちろんおすすめではあるんですけども、どっちかっていうとなんか日常を素敵に記録していきたい、いろんなシーンを撮りたいって時にね 35mm っていうちょうどいい広さ、そして F1.4 っていう明るいレンズっていうのはねすごく使いやすいんじゃないかなっていうふうに思います。もちろんオートフォーカスもねやっぱ純正レンズなので普通に速いんですよ。静かだしすごく、そういった意味でね 35mm っていうレンズはすごい使いやすいおすすめなレンズですね。日常用に寄り添ってくれるレンズっていう感じがします。で次にトピックとしてはですね、この 35mm っていう、画角、焦点距離のねレンズを動画で使うっていうところでね、ちょっとねまた動画で使おうとするとね意味合いが変わってきます。っていうのがやっぱ大きいところで動画ってなると基本的に今主流ってだいたい横で16対9、縦型動画とかもねありますけど、ベターに YouTube 的に考えたりとか、普遍的に考えると、わざわざ縦で撮らず横で撮るんだったらだいたい16対9のねサイズになってきます。写真で撮るとね、4対3とか、またはそれ以外のね好みの 5×7 とか好みの画角があると思うんですけども、映像ってなるとだいたい16対9がベースになってくると思うんですよ。そうすると16対9って結構長い。なので写真で撮った比率、重要比よりもキュッとね縦が切れるで横が長く残るっていうような写り方するので、写真の 35mm の間隔で映像を撮るとちょっと狭いなって多分感じるんですよ。だからちょっとね比較の画像をね作ってみました。こんな感じです。まず、素の 35mm を写真のまま撮るとね、3対2かな、比率は今。こんな感じです。柴田さんね、ちょっと柴田さんとね、オンライン配信やった時の写真を使わせてもらってるんですけども、柴田さんに一応許可取ってね、柴田さん使っていいってことで、使わせてもらってるんですけども、ニコン系 YouTuber の柴田さんをね、35mm のレンズで撮ったのがこういう感じになりますと。これを、横長の16対9
で、動画をね撮ったと仮定して切るとこんな感じですと。結構上下がねギュッと縮まるのが分かると思うんですけども、上下がなくなった分ちょっと狭くなってくる、絵が狭くなってくるってことは絵の中に、占める被写体の割合が大きくなるので、ちょっとクローズアップしたような感じに見えてくると思います。そしてさらに、いわゆる映画みたいな、シネスコって言われるような映画的な2対、2.35 かけ対1か 2.35 対1っていうね、もっと上下に黒帯がついたようなね、16対9で見ると上下に黒帯がついたような、映画みたいなね、画像の、絵の比率で言うとこんな感じになります。さらに上下が狭くなる。そうすると 35mm で写真でね広く撮って、なんかこう絵が広いなって、 35mm って結構広いなって思う感じが動画になって、さらに動画を映画っぽくね上下に黒い帯つけて、やっていくとここまで狭くなるので、そうするとねどうでしょう、結構 35mm 広いっていうイメージから結構狭くなって、人物撮るときにね、人物を中心とした写真を撮るのにちょうどいい画角になってくるんじゃないでしょうか。いわば写真の 50mm のような感覚で動画は、35mm がちょうどいいんじゃないかって僕は最近思っています。で、比較として写真の 50mm と比較するとこんな感じですと。まさにね、頭の上下の余白の感じとかが、写真の 50mm と、動画で 35mm でさらに、2.35 対1の比率でね、撮ったものと結構近くなると思いますね。横に広い 50mm と言っても過言ではないかなと。写真の 50mm と動画の 35mm は結構近いと。横に広い 50mm って感じで使えるのが 35mm、 動画における 35mm のレンズの扱いなんじゃないかなっていうふうに思いますし、この比較でね皆さんもそれをちょっと感じていただけたんじゃないかなって思いますと。というわけでね、写真撮るときは35広めで何でも撮れるなって感じがしますし、動画撮るってなった時には 50mm 的に使えるのがこの 35mm っていうレンズなんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。しかもね、なんか 50mm のレンズってそんなにめっちゃ寄れるレンズって多くないと思うんですけども、この 35mm はね27センチまで寄れるので、動画でとしてももちろん一緒なので、動画でさらに何かこう食べ物とかね寄りたい時にもすごくちょうどいい。そして動画で使った時に 50mm のようなメインの被写体をクローズアップするような撮り方ができるのがこの 35mm ということでね、そういった意味で写真と動画って考えてもかなり万能なレンズが 35mm なんじゃないでしょうか。次に描写の話言うと、このね 1.4 シリーズって、今まででねこう Z が出てる、1.8 のシリーズとか 1.2 のシリーズと比べるとね、割と描写はね優しいというか緩いというか、なんかちょっとした周差とか残しててね、結構柔らかい感じです。ちょっとね今沖縄の映像もねちょっと流してますけども、どうでしょう、割と優しい印象が、伝わるんじゃないかなって思います。もちろんね動画の方はね結構グレーディングかけてるので、要は色とかね描写いじってはいるんですけども、ただいじってて思うのはやっぱりこうシャープすぎないというかカリッカリじゃないのでいじりやすいです。なんかシャープすぎるなって感じがあんまりしないかなと思うので、そんなにねゴリゴリにいじらなくても結構ナチュラルな絵が出やすいんじゃないかなっていうふうに感じました。あとね逆光体制ですね。逆光体制どうでしょう。結構ねいいんですよ。すごくクリアな感じ、ナチュラルな逆光の撮り方ができるんじゃないかなっていうふうに思います。そういった意味でもねやっぱちゃんと現代的なスペックのレンズだけども、なんかこうシャープすぎない、硬すぎない、ちょうどいい柔らかさ、ナチュラルな描写してくれるなと。ナチュラルな描写でいうと、そのピントがあった面とピントが合ってない部分の乖離がねあんまないというか、こうナチュラルに溶け込んでいく。なんかこうシャープすぎるレンズだとそのピントがあったところがこうガリッとしてちょっと漫画っぽいというか輪郭がね強い、描写を しがちなんです
ですけども、このレンズはそういったことがないので、好みの問題だとは思うんですよ。どっちがいいとかいう話ではないんですが、このレンズの傾向としてはナチュラルな描写で、輪郭をねガリガリ描いていくような、レンズっていうわけではないかなと。陰影で、どっちかというと陰影とか色で、絵作りしていくようなレンズかなっていうふうに感じました。ただもちろんZ の、例えば 50mm1.2 とかああいうスペシャルでナチュラルなのにすごくスペシャルな写りをする、目がこう惹かれるというかハッとするような写りをするっていうレンズではないかなと思ってます。本当に普通、ナチュラル、自然なので、良くも悪くも85点ぐらいの優等生というか、なんか平均点高い人みたいな感じのレンズの性格かなって感じがしますね。レンズにキャラクターを求めるってよりかは、どっちかっていうと、素直に撮ってくれる、または逆に自分で後から写真の編集だったり動画の編集で味付けをするって時に味付けがすごいしやすいレンズとも言えるかなと思います。レンズに個性をね求めるタイプの人にはそんなにお勧めしないかもしれない。普遍的に優しく撮れる、寄り添ってくれるっていう意味で、いい意味で無個性というか、そういったレンズかななんて、思いますかね。でこのレンズのね気になるところ、正直ねその平均点が高いんですよ。何やってもそつなく撮れるし、オートフォーカスもそこそこ速いし、オートフォーカスもうるさくないし、写りも綺麗だし、平均点が高い、文句が出づらいんですけど、1点だけ挙げるとすればマニュアルフォーカスとオートフォーカスの切り替えスイッチがないっていうとこですね。それね結構なんか欲しかったんですよね。なんか動画で使うんであればやっぱりここマニュアルフォーカスでいきたいとかオートフォーカスでいきたいって結構細かくあって、やっぱりその時にねさって切り替えられるのはやっぱり物理スイッチなんですよね。ここねやっぱね横っちょにね物理スイッチ入れといて欲しかったなって感じがするんですけども、価格とのバランスなのかなって感じがします。今回ねこの 1.4 シリーズって結構価格も抑えたラインになっているので、そういったねちょっとした便利機能が排除されてしまってはいると思うんですけども、仕方ないとはいえ個人的には切り替えスイッチね欲しかったななんて思っちゃいますかね。それとねそこに付随してデザインですよね。こう悪くないんですよ、全然悪くないんだけども、かといってそんなめっちゃテンション上がるデザインってわけでも正直ないじゃないですか。普通に普通というかシンプルというかなので、欲を言えばその動画向けにね、動画撮影とかにも特化したような、もうちょっとねオートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えスイッチもついて、なんか絞りとかももっと扱いやすい、もっともっと作り込んだ高価格帯のでコンパクトなレンズ出してほしいななんて個人的にはちょっとニコンさんに思う次第ではありますかね。ちょっとね話それましたが、このレンズに関しては価格を抑えた分結構デザインもシンプルで、機能的なねスイッチとかも特にはないですけども、かといって何か不足してるってわけではないかなっていうようなどこですかね。あえて言えば、強いて言えば気になるところってそんなもんで、逆に言えばそれ以外はあんま本当に気にならない、使い勝手のいい万能な平均点が高いレンズかなって感じがします。少なくともね価格もね10万円切ってるので損はないかなって感じです。価格面もねだいぶ抑えられてるので、そこから考えてもなんか買って損はないレンズだなって感じはすごいしました。1.4 シリーズねどこまで広がるか、24mm とか出るのかなとか、そういった部分は気にはなりますけども、35mm ね、すごくいいんじゃないでしょうか。というわけでいかがだったでしょうか。このね、写真でももちろんいけるし、動画になった時にねまたちょっとね見え方が変わるので性格が変わるっていうね万能なレンズが 35mm かなって感じがします。僕がね最近動画に力入れてるっていうのもあって、動画でのね使い勝手が結構変わるなっていうのがねすごく印象的でした。そういった意味ではね僕今まで 35mm すごい苦手だったんですよね。写真で撮っててどうしてもちょっと普通っぽくなっちゃうなとか、スペシャルな絵作りが難しいなっていう風に思ってた。逆に今はもうナチュラルな日常の記録としてはナチュラルに撮れるっていう意味では面白いレンズなんですけども、ただ
動画ってなった時にちょっとね上下が狭くなった分、写真でいう 50mm レンズのような使い方ができちゃうっていうのはねちょっと発見があったので、沖縄でねずっと 35mm だけで撮ってたんですけども、意外と苦しいって感じはしなかったですね。全部撮れちゃうなって感じがしたのですごい楽しかった、レンズでした。いいよね。旅の思い出もたくさん残せたのですごくね、35mm っていう画角 35mm1.4 っていうレンズに対してね愛着が湧きました。というわけでね、今回ね、ニコンさんからお借りしている 35-1.4 のレビューでした。この動画がね、面白かったなとか、参考になったなって方は、ぜひね、チャンネル登録していただき、高評価をしていただき、さらにね、なんか応援のコメントとか感想のコメントいただけると嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。ではまたね、次の動画でお会いしましょう。